皆さんこんにちは。こんにちは。自由に戦車を作って戦うことができるゲーム、スプロケット。前回はガンダムに登場する謎の戦艦を作って遊んだんだけど、バイク戦艦やな。今回はもっとすごいもの作っていきます。また何作るん？すでにサムネなどで出ちゃってるんだけど、放送開始1周年となる、機動戦士ガンダム、水星の魔女から主人公が乗るエアリアルを作っていきます。出たエアリアル、うちもアニメ見たで。もちろん1分の1サイズで再現。というかめっちゃ複雑やろ。そこはもう気合で作るしかない。皆さんこれ戦車作って遊ぶゲームですからね。今回は初めてこの動画シリーズを目にされた方もいると思うので、どのようにエアリアルを作るのか、やり方とかも紹介しながらおしゃべりしてこうかな。はい、多分作れるだろうと思い込んで始めちゃったんだけど、まあいつもそうやな。最初に完成までどのくらい時間がかかったのか紹介すると、いつもは長くても確か15時間くらいや。そう、そのくらいで作れるのかなと思ったんだけど、30時間以上かかってしまいました。30？ 完成までの録画時間が30時間なんだけど、してなかったところも含めても40時間はいってないと思う。ずば抜けて最長記録やん。ちょっと動画を作る時間が間に合わなかったので、今回は前編として設計している様子、来週は後編として戦闘を公開しますよ。初めての2部構成やな。それで後ろでは何作っとるんや。これね、ガンダムが立つステージみたいなやつだね。スプロケットは戦車を作るゲームで、絶対に履体は作らないとダメ。履体はガンダムに不釣り合いだから隠すために作った感じ。そういうことか。そしてスプロケットが作れるサイズの制約がある。画面の中心から前後左右に半径20メートル、高さ20メートル以内に収めないとダメ。前回のバイク戦車で紹介しとった制約か。エアリアルは頭頂高18メートルだから、ステージの高さも合わせてギリギリ作れるんだよね。18メートル。街にある電柱が高さ14メートル前後だから、エアリアルはそれよりも高い感じだね。そうなんかあれも結構高さあるで。で、一応人とサイズ比較できるように、当チャンネルの強化人士、床上にゆずきを置いておきます。強化人士やめる。でね、ガンダムというかエアリアルの足を作っていくんだけど、その前にエアリアルの詳細な資料がなくて、サイズがよくわからない。上手に作るには大きさを測ることが重要言っとったな。できれば正面とかから見た三面図があるといいんだけどそれがないんだよね。このままじゃ作れないだろうと思って、資料としてガンダムフィギュアを購入。これを測りながら作っていきましたよ。こういう作り方も初めてやない？いつもは写真と三面図でサイズ測って作るんだけど初めてだね。はい、失敗したり消えたりして3回は作ってるんだけど、また消えたんか。足の長さは 4.6 メートル、幅は 1.6 メートルくらいあったね。体も大きいから足も巨大や。ゆるふわ軍事チャンネル。ぶっちゃけ足だけで異常に時間かかってやめようかと思ったんだけど、早い。スプロケットはこんな感じで 3D プリンタとかブレンダーみたいに作れるんだよね。3DCG やな。問題なのは作る機能が少ない。本当に基本的な機能しかなくて、例えば頂点の移動。辺を選択して移動。面の移動の基本操作。面や辺に頂点を新しく作るには、辺を分割して作る以外方法はない。あとは、面を選択して押し出す機能があるだけ。これだけの機能で形を作らんとあかんのやな。だから、ブレンダーとか 3DCG の専門ソフトが Photoshop だとすると、スプロケットは Windows の Paint くらいの機能しかない。ガチで基本機能しかないと。ほとんど触ったことないからわかんないんだけど多分そんな感じ。はい、高さと幅は完璧に合わせてすねのところまで完成。結構それっぽくできとるで。でも他にも作れるというか、作るのが難しい戦車とかあったんちゃうん？結局そこなんだよね。なんで、一番難しいエアリアルを作ろうとしたのか。単純に作ってみたかったという理由もあるんだけど、今作れる技術を確かめたかったというか、スプロケットで作れる限界も見たかったんだよね。限界の挑戦。駆逐艦とか戦艦もいいのかなと思ったんだけど、何より1分の1で作れるガンダムの方が面白いし、機体そのものの形状難易度も相当高いと思うんだよね。今回作るエアリアルは、アニメのエアリアルみたいに全部の関節を動かせるようにしていて、一応自分で好きなポーズに決めて戦えるようにもしてる。そういうことって戦艦とか戦車じゃできない。スプロケットでできる全部の機能をフルに使うって感じか。大量のバグを回避しながら作って戦っていきます。はい、いろいろおしゃべりしているうちに太もも部分は完成。これは膝裏の構造か。立体的に組み合わさっていてサイズ感を間違うと合わなくなっちゃう。
一応片足は完成したんだけど、これね太もものサイズが間違ってる。買ったフィギュアはこのサイズなんだけど、公式のイラストとかは、外側の装甲みたいなパーツにぴったり合う同じ太さなんだよね。そんなことあるん？フィギュアは足とかが動かせる構造になってて、その隙間があるって感じ。可動式やから隙間が作ってあるんか。ここは後から修正しています。次に作るのはお股の部分。内側に傾いた円柱と縁がある円柱を別々に作って合体。人間でいうところの股関節に当たる部分で、上側がちょっと出っ張ってる感じ。今はミラーモードで反対側の頂点も動くようになってるけど、バグで動かなくなることがあるから注意。確認しながらせんとあかんのやな。ちなみに左右はミラーモードで動くけど前後は動かないから注意。なんで左右だけしか動かんのや。足が重なって見えない部分なんだけど、スムースアングルを入れて滑らかな曲線にする。位置はこんな感じかな。円柱で胴体を作るんだけど、直径は 1.8 メートルくらいしかないんだよね。前後に比べるとやけに細いな。ちょうどお腹の部分にはこんな装甲板みたいな装備。その下にもこんな形の装備があって、両脇にはちょうど足の付け根部分を守るような装甲があったみたい。なんかちゃんと考えて作られとるんやな。買ったフィギュアも足の動きを邪魔しないように動くように作られててすごかったね。こだわりがすごい。その反対側、腰のところなんだけど、後からも出てくるガンビットという遠隔操作兵器システムの一部が接続するパーツがついてるね。ガンビットってあれやな、無人機みたいなやつ。しかも合体して縦にもなるという性能の高さや。それと、腰回りが露出しないようにここにも装甲板みたいなのがついてる。この部分の形状も複雑で、腰と足の付け根の形状に沿うようになってるね。とりあえずこんな形かな。これで腰回りは完成か。まだあって、人間でいう骨盤の横あたりにこんな装甲板もついてる。よう見ると足の付け根付近を全部守っとる感じやん。はい、腰部分は完成。ちなみに聞くけどどのくらい時間かかったん？これだけで2時間20分。2時間って。 30時間かかったってわかるでしょ？この設計モードはスプロケットでフリーフォームって言うんだけど、1年以上、60くらい戦車作り続けてこの作業効率の悪さ。これなんとかなるん？一応ゲームの開発者は、今の設計機能には満足していないって言ってるんだけど、問題は5ヶ月くらいゲームのアップデートがありません。誰かさんがやっとるゲーム全部アップデート激遅で草。ちなみに地面から表までの高さは目安として 9.7 メートルだね。これ右足はどうするん？買ったフィギュア調べてたんだけど、両方の足の形状は全く同じだった。ということは左足をコピーするだけでええんか。このゲーム、形状を左右判定する機能もないから助かっちゃったね。その機能くらい2、3日で作れそうな気するけどな。どうなん？はい、途中で全部消えるトラブルもありましたが右足も完成。それ右クリックの操作間違うと全部消えるバグあるってやつやん。このゲームはバグと足に決戦できそうなのと発狂しそうなのを我慢する戦いなんだって。みんなは休憩を取りながら遊んでみてな。ちなみにこの時点で太ももの太さがおかしいことに気づいて修正しましたよ。おう、こっちの方がなんか自然な感じや。取れなかった重厚感が出たね。はい、今回も尺がやばくなりそうだけど、まだ半分も終わっていない。次は上半身か。上半身は敵を狙う時に動かしたいからこの円柱の上につけていく感じ。砲塔の回転機能を使うんか。それで今作っているのは操縦手が乗る部分。主人公のスレッタ・マーキュリーが乗るところや。テレビシリーズのガンダムで初めての女性主人公なんだよね。そうなんか。そう言われたらアニメ見るしかないと思って見てみたんだけど、これね、想像以上に面白かった。ぶっちゃけ、ズンちゃんロボット系のアニメはシドニアの騎士くらいしか見たことなかったんだけど、唐突にシドニア。主題歌とかオープニングの作り方も良かったし、話の内容はズンちゃんみたいなにわかにはちょっとわかりにくいところもあったのは確かなんだけど、あれだけたくさんの登場人物出して話を作るってのは、やっぱりガンダムシリーズのすごいところなのかなって思ったね。地球と宇宙行き来してたからな。Amazon プライムとかに全部あるので、ぜひ見てみてくださいね。うちもおすすめのアニメやで。胸部ができたので細かい装飾。後ろの部分は組み合わせたパーツが綺麗に揃うように調整。これはエアリアルの首回りか。襟のように立ってるところだね。全体が完成したら、おかしいところを見つけて修正。構造が非常に複雑だけど、1分の1サイズで大きいからごまかしも効かないんだよね。はい、なんとか胸部も完成。おう、エアリアルっぽくなってきた。次は腕なんだけど、胴体と接続してるっぽく見せる円柱を入れる。これは肩の内部構造。
保護するように合計4つのパーツがついてるんだけど、これも全部作っていきます。肩の上部構造。側面部分は円柱を2分割したものから工夫して作る。その下にも筒状の円柱を加工したものだね。今回円柱めちゃ多いな。やっぱり人型となると体のラインに沿った形状になりがちだから多いのかな？円柱作るスキルは必須やな。次は肘から上の構造。中央部分が一回り小さいサイズで凹んでいたので、無難に2つのパーツから作る。一つのキューブから全体を作る方法と、いくつか組み合わせて一つに見せる方法があるんやな。どっちがいいかというと、一つから編集して作った方がいいんだけど、それは本格的な 3DCG ソフトで可能なもので、スプロケットでやると失敗する可能性がめちゃ高くなる。難しいんか。簡単な形状ならいいけど、複雑な形状だと頂点数がすごいことになるしまず無理。個人的には、積み木とかブロックみたいにある程度重ねて作った方が修正もしやすいし楽だね。みんなもいろいろ試しながら作ってみてな。肘の部分はサクッと完成。次は腕だね。エアリアルの腕はこの部分でも曲がるようになっていて、さっきの肘部分とこの部分で内側に180度曲がるようになってる。要するに人間の腕みたいに動くような構造があるってことやな。この腕のところにも包むように装甲。次は手首と指を作っていくんだけど、作れるかどうか不安だったところがここだね。指の太さは20センチくらい。問題はこの指の曲げなんだけど、まずは目的の形をイメージして大雑把に作っていく。グーの形やな。さすがにこのままだと不自然だから、頂点を作って厚みというか関節を表現。指先まで入れたら中央の厚みを増す。これを4本分作ればそれっぽくなります。それっぽくなった。親指はほとんど見えないのでサイズを変えたものをつけておきました。はい、右腕はコピーしたものをつければ上半身と腕は完成。エアリアルできてきた。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、この時点で制作開始から16時間、精神崩壊を起こすラインに入ってるんだけど、大丈夫や、動画はまだ12分しか経っとらん。気合で作っていくしかない。これはエアリアルが装備しているビームライフル。全長 8.5 メートル、高さ 2.7 メートル。これ一つ作るだけでも簡単な戦車一つ作るくらいの時間かかるんだよね。だから難しいの選んで作るからや。これまでいろんな兵器作ってきて分かったんだけど、難しいものに挑戦して作っていかないと上達しない。自分の作れる範囲で作ってても結局そこで止まっちゃうんだよね。それはそうやけど。ほら、スレッタ・マーキュリーも言ってたじゃん。進めば2つ、逃げれば1つって。その時そういうことかと思ったね。なんや？作れないかなと思っても、作ってみれば意外となんとかなるんだよね。そうすると自信がついて他のものも作れるようになっていくし、諦めちゃったら作れないまま止まっちゃう。つまり、エアリアルを作れれば、他のガンダムだって頑張れば作れるって思えてくるよね。今は作る気ないけど、ないんか。想像以上にガチで大変なんだって。誰進めば2つとか言ったの？流されやすい東北ずんこ。はい、まだ作ってる最中だけどゆかりちゃんと比較するとこのくらいの大きさ。これもう普通の戦車よりでかいやん。トリガーガードというのかな？サクッと作って。はい、ビームライフルはこれで完成。武器できた。指は左手のものをそのまま使う。人差し指は違うので伸ばしたものをつけて、親指は一応こんな感じでいいのかな？できたら手首と接続。90度向きを変えれば。はい、こんな感じにできてきた。ほんまにガンダムっぽくなってきたで。残る大きいパーツは頭部分。その前に首を作らないとダメだね。形状はそこまで複雑じゃなくて、円柱から作るだけ。参考画像を見てもわかるように、エアリアルの頭はかなり複雑な形をしてる。これがうまく作れるか作れないかで全部が決まるで。ガンダムになるか、それともツンダムになるか運命の分かれ道。ツンダム草。これ前視聴者さんが言ってたやつ。よう考えるな。頭の形状なんだけど、以前マゼラーアタック作った時の方法でやろうかな。そういえばあれも頭ついとったな。やり方としては面をエクステンド、押し出して丸みを作るだけなんだけどね。とりあえず、失敗覚悟でそれっぽい形にしてみる。これ重要。何度でもやり直しできるからな。後ろにはこんな感じのパーツがついてて、形状も合わせていくんだけど、とりあえずそれっぽくしていけばなんとかなる。ほら、だいたいこんな感じかな？こんな感じや。頭の上にはよくわからないパーツがついてたんだけど、何かおかしい。北斗の拳に出てきそうな感じやん。やっちまったか。美術語だったズンちゃんは細かいことは気にしない。回を重ねることに怪しくなる自称美術語。今思い出すと中学の頃、やたら彫刻とか立体物好きな美術の先生いて、
人の形作ったり、手の立体物とか作らされていたんだけど、あれはぶっちゃけ得意じゃなかった気するんだよね。まあスキル的にはよう似た感じやん。でもほらなんとなく似てきた。手直しする前に頭の装飾をつけて全体を見てみた方がいいと思ってアンテナを作ってみる。とりあえずこんな感じ。アンテナつけると似とるようなそんな気してきた。ある程度全体を作りながら調整した方がいいみたい。顔のところに乗せていなかったパーツがあったので、ちょっとつけてみる。どうかな？エアリアルっぽくなってきた。さすが美術5だ東北さんだ。これ何のカットインや。となれば、目も入れればもっと似るはず。何かおかしい。草。これなんや。何ってエアリアル。ずんだ無確定やん。これねガチでどこが悪いのかわからない。しゃあないので他のところを作りながら原因を考えてみる。これは背中のところについていた謎の構造。ほらもう完全にエアリアル。顔見せてみ。やっぱりおかしいよね。完全にパチモンフィギュアエアリアルやん。笑った。はい、残るパーツも少なくて、あとはガンビットという無人兵器みたいなのを体につけるだけ。これは骨盤の後ろ側についてたもので、ジャンプした時とか翼みたいに開いてたね。はい、これが肩についてたガンビット。左腕にはひし形みたいなガンビット。体の造形だけは無駄にズンズンプロですから。ということにしてあげてください。これが右腕についてたガンビット。かっこいい。はい、塗装はまだですが、一応仮組み完成。下から見るとこんなサイズ感になってますよ。おお、めっちゃでかい。でね、ガンダムといえばシールドがあると思うんだけど、次回の動画で戦うということでシールドも作ってみました。おお、うまくできとるやん。シュッと持たせるとこんな感じ。これもめっちゃでかいな。高さは14から15メートルはあるんだよね。全体の色をエアリアルみたいに白にして塗装開始。使うのはこの5色だけ。赤とか黄色とか基本的な色やな。それで、スプロケットの塗装機能というか、本来はデカールを貼り付ける機能なんだけど、ガチで終わってるレベルでやりにくい。前もめっちゃ時間かかった言っとったな。簡単に説明すると、こんな感じで他の面にも入っちゃうんだよね。これなんや。キューブが重なったところでこういった問題が多発して、修正に時間がかかる。押し下げることで色が乗っちゃう問題は解決できるんだけど、一個一個しないとダメなんだよね。しかも光原色がおかしいのか、色もガンマチが異常な変な色にしかできない。塗装が複雑な兵器とかめっちゃ大変やで。そこも含めてそれっぽく作れるかが重要なのかもしれないね。はい、ということで塗装も完成。機動戦士ガンダム、水星の魔女からスプロケットさんエアリアルを作り上げることができました。お疲れさんやで。初めて人型というか、ロボット系兵器作ったんだけど、想像したよりも時間がかかっちゃったね。実際の制作時間は不明なんだけど、撮影時間は30時間。エアリアルを作るのに使ったオブジェクトは合計で154個となりました。そこまで極端に数多くないんやな。理由は、一つのオブジェクトから複雑なパーツを作れる技術が身についてきたためだね。そういうことか。今回どこが難しかったん？動画ではさらっと終わっちゃったんだけど、円柱から足の滑らかな曲線を作るところかな。スプロケットの設計機能だと、太さを出しながら伸ばしたりするというのがなかなか難しくて、結構やり直ししてたね。そうなんか。これは塗装を説明する映像なんだけど、オレンジの細かい点がデカールを置いた箇所。こんな感じで大量に色がついたデカールを貼り付けて塗装する必要があって、かなり大変な作業になるね。これ何個あるんや。軽く数百はある。あと、重要な目のところなんだけど、実は全部撮影し終わった後にもう一回修正したものを録画しました。やっぱりおかしかったんか。動画編集時点でやっぱりおかしいってことで作り直したんだよね。そういう事情で次回の戦闘シーンとかはちょっと不自然な目になってるのはご了承くださいね。みんな遠目で見てな。そしてこちらがいつもやってる1分の1同士のサイズ比較。左にあるのは第二次世界大戦中に製造され、世界で最も重い戦車として有名なマウス。マウスも全長10メートルあるんやな。それよりもはるかに巨大に描かれているのはガンダムに登場するモビルスーツ。だいたいこんな感じのサイズ感というのはみんなわかったかな？はい、ということで、次回は今回作ったガンダムにポーズを取らせて、スプロケット最大の特徴ともなっている戦闘機能で、敵戦車をいきり散らしていこうと思います。みんな楽しみに待っててな。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。